毎度ガキオです。よいしょ。すいません、遅くなりました。めっちゃ汗かいてる。よいしょ。ちょっと待ってね。いやー暑い。ごめんなさいね、遅れました。ちょっと待って、動いてんのかなこれ。確認します。暑い。よいしょ。大丈夫ですかね。クラスっと暑っ。大丈夫よね。よいしょ。 OK。 すいません、遅れました。ごめんなさいね。暑っ。よいしょ。すいません。ちゃんと動いてるかなこれ。固まったりしてる？大丈夫やね。 OK。 すいません。まあね、ちょっと今日もやっていこうか。ごめんなさい、ちょっと遅れちゃって。今日は Day129 Day129 ですね。よいしょ。いやー、ちょっと走ったんすよ、駅から。そしたら汗だくですわ。汗だく。暑い。皆さんも家まだ出られてない方いたら気をつけてくださいね。めちゃくちゃ暑いですよ今日も。なんだろうな、じわっと系ですねこれ。じわっと暑い。今日は30日。もうやばいな、今日最終日か。早いですね。June, July, end of July. So it will be start August next week ね。よいしょ。ちょっとお待ちあれ。今日もトイレについて話すよってか。リンクアドレス。はい。ちょっとね、今日ね、トイレ語り。やば、トイレな、語ること多いからな、マジでな。ちょっと今日で終わりたいな、でもトイレ。そんなトイレばっか話しててもさ、あかんから。OK。ほな、今日も元気よくトイレについて話していきましょう。はい。最初にあれせなあかんな。登録者チェックっていうことでね、ちょっと嬉しいんすよ、登録者が。なんとででん、イエーイよいしょ。登録者の方がなんとででん、1、2、イエーイ。
2名増えていただきました。なのでここが8773から残りがよいしょ、残り877H ということでね、はい、前進してますね。やっぱ前進を感じれる日は嬉しいということで、深井さんおはようございます。いつもありがとうございます。朝早くからよっしゃよっしゃやっていこうか、気合い入れてやっていこう。はい、今日もね金曜日ということで最終日なんで、ちょっとね元気いっぱいやっていこうかなというふうに思います。大輔さん Good morning. Hi, how are you? I'm doing well, even though I'm sleepy a bit, but it's okay. Today is the last day of this week. Alright, soなんかな、これ扇風機みたいなのあんねんけど、どっかで出てんのかようわからんな。これちょっと体冷えるまでつけとこう、全力で。はい、ちょっとね今日はじゃあトイレについてね第2弾ということで、昨日はちょっとトイレお話しさせてもらったんですけど、やっぱ語りきれんと、トイレはねそんな簡単に語りきれてたまるかっていう話なんですけれども、トイレについて、再度ねやっていこうかなと思います。来ましたねと、トイレね。で昨日ちょっと習った表現もねちょっとだけ復習しておきたいなというふうに思いまして、まずねトイレの和式ってジャパニーズスタイルちゃいますからね。スクワットトイレット、スクワットトイレットですね。もしかしたら日本式のトイレを皆さんもしかしたらジャパニーズなんちゃらって言ってませんか？ジャパニーズなんちゃらと、ただ違うんですよと、あれはスクワットトイレットっていうものでね、いうような感じでございます。であとは1番2番っていうねことを言うんですよ。おしっこ行きたいときは Sorry, I need to do number one。 うんち行きたいときは Sorry ちゃうな、 Sorry って言う必要ないな、 Excuse me, let me go to number two でいいのかな。ナンバーワンナンバーツーっていう表現があるよっていうのを習いましたと。であともう一個ねかっこいい言い方があると、それが I need to answer the call of nature. The call of nature. The call of nature. 自然の呼び出しみたいな感じ。自然からの呼び出し。まあちょっと尿意、便意がありますみたいな感じかな。Sorry, I need to answer call of nature. The call of nature ね。I need to answer. answer って言うんや。その自然からの呼び出しに答えなあかん。I need to answer。 面白いね。そういう表現があるということですね。はい。あとまあそんな感じでねやっていこうかなというふうに思ってますということですね。はい。今日学級ねお仕事でね学生向けにちょっとお話しさせてもらうんですよね。一応お申し込み時点で130名ぐらいが来てくれはるんですけど、ちょっとそこでもね、いやトイレの話できひんな。まあ英語の話させてもらうんですけれども、さすがにトイレの話できひんな。でも学生にもね見てって言うんでね、もしかしたら来週以降学生がここにワンサーが来てくれるかもしれんな。でも学生朝からうんちの話とかしてたら嫌やろな。そんな聞きたないわな。 OK、 まあいいや、学生もうんちの話できた方が嫌やろ、海外行くんやったらな。 OK、 そんな感じでやっていきましょうということで、今日はトイレ続き。ちょっとあと昨日どこまで言ったかな、どこまで言ったか分かんないんですけども、来週むちゃんこすごい動画上がります。むちゃんこすごいよね。ぜひ期待しとって。ほんま天さん本気出したなっていうのをみんな多分感じれると思うので、いよいよ天本気やと、いよいよ天が本気出したぞというのをね
みんなツイッターでつぶやいてください。10本気モード10ってね。いやーすごいよ。こんなね言ったらねハードル上がるんちゃうかっていうふうに皆さん思われるかもしれないですけど、ハードル上げていいような動画が来週出ます。そしてそこからどうだろうな、100週ぐらい出せたらええな。あと今日も別の動画上げます。これは完全に日本語なんですけど、来週のやつはねオールイングリッシュのやつを出すんでね、しかも10分ぐらいの学業的には対策ですよね。ちょっとそれを楽しみにみんなしとってくださいね。I need to answer. Excuse me. I need to answer the call of nature. Okay. まあね、そんな感じなんでやっていこうかなという前に、ちょっとごめん。一瞬飲み物タイムさせてください。一瞬。OK はい、ごめんなさいね、戻りましたということでやろうか。トイレ、じゃあ語るで。トイレ語ったものが勝ちや。トイレ制する者が世を制す。ほな行くで。ちょっとな、最初のシーン。今日はトイレの特徴を言いたいね。はい、じゃあ画面変えました。あ、やばいな。この後テンさんと撮影するって言ったけど全然準備してへんな。まあいいや、それはいいや。はい、じゃあね、調べていこうか。英語でね、レストルームっていうよね。昨日調べたやつ。昨日のサイトよかったから昨日のとこ行こう。これね。これようまとまっとるんよ、このサイトが。これメモしといた方がいいな。昨日メモせんかったから。スクワットスタイル。金津さんおはようございます。ありがとうございます。神戸はどうでしょうか。お天気はいい感じですか。よし、メモ OK。 はい、今日はねちょっとここ中心に説明したいよね。昨日の先生は、日本来たことあったからね分かってはって、で羽田で驚いたと、言ってましたね。で何に驚いたって言ったら、もう要は行さんボタンがありすぎると。そうなんです。僕がフィリピンにおった時のフィリピンのトイレっていうのはもうそれこそ流すボタンもなかったんよ。バケツからのジャーンって流してたよね。だから一回これでバケツでやって流れんかったらまた水汲んでそれバシャーンってやる、それをねやってましたもんね。僕が住んでたところは寮だったんですけれども、インターナショナルドミトリーみたいな感じね。そこはこういう2部屋あって、ここの共通のここにこことここのここに分かる2部屋あって、ここに共有のシャワールームとトイレがあったんですよね。面白かったのは、僕が住んでましたと。そしたら僕の一時的な相方日本人だったんですね。ここ日本人で住んでて2人でこっちがインドネシアと何かの人だって、共有スペースで使うでしょ。そしたらその彼がなんか流すの失敗したらしくて、いわゆるナンバー2がそこに滞在してたと、リメインされてたと。そしたらインドネシアの人がめちゃくちゃ怒って、いやこれリアルな話なんですけど、
ゴルフのなんかゴルフスティックみたいなの持って部屋来たから、ちょっとその人がね変わってる人でちょっと怒りっぽい人だったんやけど、待てよと、そんなトイレでそんな国際問題みたいな発展するかっていうような感じだったんですけど、恐ろしいね感じでね、トイレ詰まるんはやっぱ致命的ですよ。トイレ詰まるとね、そういうもう人間関係ひいては国際問題までね発展するんだなっていうのを昔感じたな。だからトイレはしっかり流しましょうということではあるんですけれども、そんなねところの国の人からすると、日本の羽田に着いた瞬間にトイレのボタンの多さ、これまず何をしたらいいんだというところですね。なんでちょっと整理していくと、トイレって最初あのボタンをフルで使ってる人まずいないと思うんですけども、楽器用のスタイルはいつもトイレ入るとガッて手で開けて、手で開けてますよ。あれオープニングボタン押してる人いるんかな。ガンって上げます。で座る。ナンバー2、だからウォシュレットってなんていうの。だからシャワーでいいか。シャワー to my spot。 お尻ってなんかよくわからんからスポットにしよう。シャワー to my spot。 ビビビビビビビで after dirt I'm gonna put on the flush button. It's a number 2 button, not number 1。 ショート大あるでしょ。 small and big big one で that's it か。それが楽器スタイルね。でここにただオプションとして行さんあるんですというところね。これちょっとお伝えすると、これ言ったらいいな。楽器はこのスタイルと、ただオプションで行さんあると。まず入った瞬間オプション使う人はオープナー、分からへん、なんていうかな、オープニングボタンみたいなのがありますと。だからトイレ開けるボタンね、オープニングボタン、 then sit, then next what they are doing is 音姫。ここで音姫登場。でなんかビー音出します。でナンバー間違えた。座る前にヒーティッドボタンやな。ヒーティッドスイッチ。なんか便座温めるやつね。多分温まってるのか知らんけども、温まってるのか温めるのか分からんけど、そういうトイレの温め機能もあるよ。そこでも言わなあかんな。で音姫発動、ナンバー2発動でシャワーの時に注意せなあかんのはストロングね。 How much do you want strong shower。 だからどんくらい強いのが求めるかで、あと角度位置とかそういうのあるもんな。角度、アングル、このアングルなんかこのアングルで削ってほしいのかなんかね、そういうところで終わる。そしたらまたあれや、楽器の場合はティッシュ。ただ今のもう最新のトイレはドライが出るからシャーお尻乾かしてくれるのあれ。でもそこは甘えるなよなと全日本人に言いたい。そこは甘える、甘えなんかなあれは。お尻はティッシュ使ってもええんちゃうんと思うけど、それでなんかティッシュじゃドライフラワーでドライにこうお尻を乾かす。でどうなる。お尻乾かしたらなんかあと一個忘れた。なんかノズルウォッシュみたいなのあるでしょ。ノズルウォッシュなんだっけ、要はシャワースティック自体は洗うみたいな、どういうことやねんって思うんですけど、そこまでやるともうようわからなくなるな。ちょっと日本語で調べてみるか一回。シャワーのな、もう最新のウォシュレットなんか誰か調べてるやつおらんのかな。もうってやったらうんちする英語が出てきてもた。ウォシュレットってやったら日本で出るな。日本の誇り、ウォシュレットが海外で使われないの驚き。日本のトイレ文化に革命を起こしたウォシュレット。いやすごいよな。TOTOさんが作ったんか。すごいな。TOTOのホームページ飛んでもた。TOTOさんすいません、ちょっと紹介させてもらいます。
ウォシュレットは TOTO 株式会社の商標、登録商標、そうなんだ。ウォシュレットってそんな、あれだよね、TOTO のやつなんですね。昔、焼肉屋で知り合った人、TOTO の営業の人だった。どうでもいいっちゃいいんですけど。服から洗う上、トイレの生活向かを変えたものの試み。最適なお尻の洗浄の位置も快適な温度も何もわからない状態から始まり、多くの課題を乗り越えてウォシュレットは世に生み出されました。めちゃくちゃ深いこと書いてあるな。発売当初はお尻だって洗ってほしいというキャッチコピーが新鮮。お尻だって洗ってほしい。キャッチコピー新鮮やな。今で当たり前の生活習慣として根付き、多くの公共施設、オフィスなどの採用が進み、あらゆる場所で温水洗浄便座の快適さが享受できるようになりました。ほんまやな。1980年代か。ガキオが生まれた年代にウォシュレット出てるんやね。2019年全5000万台超えて、海外でも伸びてます。海外では58万台から22年200万台で拡大。伸びてるね。5つ星ホテル、ランドマーク物件、旅先でも快適に。海外からの玄関口、空港でトイレには、ウォシュレット体験を促進するための多言語対応タブレットリモコンも備えたウォシュレットも設置。やっぱ勝負せなあかんからな。こういうところでね、地道な活動が響いていきますからね。40年間の小梅さんおはようございます。すみません、今日もちょっとトイレ事情説明します。ちょっと今お尻について調べてます。お尻ごめんなさい、ウォシュレットについて。40年の間お尻を洗うノズルや便座をきれいに保つきれい除菌水などさまざまな新機能出た。これ気になってるのはこれ。気になるその辺がな。きれい除菌水何これ。あとあれや、トイレ入ったらもう自動で開くでしょ、あれ今のやつ。それ言わなあかんな。じゃあ楽器用の実家スタイルと、楽器用の実家っていうかちょっと古い日本のタイプと今の最新を、比べてみたっていうのをやりましょうか。さすがに楽器用んちももうウエスタンスタイルやな。もちろん、なんだっけ、スクワットトイレットはないな。なんであんな快適なのトイレって。温めたりお尻めっちゃ気使ってくれてるやん。確かに嫌やもんな、冷たかったら。冬はね。トイレ使用前に便座ボール面にミストを自動で吹きかけ汚れをつきにくくします。プレミスト。さらにトイレ使用後と8時間使用しないときはきれい除菌水のミストで自動に便座ボール面に吹きかけるようにトイレのきれいが長持ちします。恐ろしい機能つけとんな。なんじゃこれ。あとはい、ノズルきれいきました。ウォシュレット使用前後で水でノズルを洗浄するセルフクリーニング。恐ろしいなこれ。トイレ使用後にきれい除菌水がノズル内側も外側も自動で洗浄。待ってくれよと。ノズルって英語でなんて言うんや、スティックか。これは言うこと多いぞ。オートマティカリーウォッシュバイマウスセルフウォッシュイットセルフ。なんちゅうんや。機能だけでなくデザインも進化してます。そう、これね。これ。トゥルッとしてるでしょ。2017年発売。最近のシャレたトイレはなんかトゥルッとしててトイレっぽくないんですよね。トゥルッとしてて。わかります？古いとこの家のやつってこうトイレの、いわゆる土台となるここのベースのとこで陶器みたいな感じじゃないですか。今陶器じゃないんよねこれ。トゥルッとしてるよね。ヨーロッパでも流行ってきてますよと。すごいね。やっぱいいホテル行くともう当たり前に出てきてるんやなトイレって。はい、こんな感じか。でもやっぱし圧倒的でしょうね日本が。
そこは申し訳ない、誇りに思うところですよ。いやこれトイレやっぱ語らなあかんな。トイレも語らずして本当に何を語れるんやと、世界のことな。だから皆さんはもしね英語勉強してるはった言いはったらトイレも勉強はしてほしいな。ちょっとじゃあここのところの表現だけおさらいしておこうか。今日ちょっとこれ説明したのかな。どういう名前であるかというと、ヒーティッドシートね、温めるシートとやったり、シャワーね、ドライヤー。小梅さんやばいっすよねこれね、マジで最新機能がどうなっとんやということですね。いや日々進化してますからね、トイレもね。深井さん、東堂さんありがとう。トイレの物語だ。いや本当にねすごいですよね。1980年代のそのトイレ、お尻だって現れたいというのがキャッチコピーやったっけ。なんかすごいな。東堂さんがもう作りましたよね、このお尻革命と言っていいのか何かを。Western style in Japan feature options such as a heated seat, a built-in shower, and dryer for your behind and automatic lid opener. そうね、オートマティックに、これもえぐいな。Both Western and Japanese style toilets usually have two flush modes, so small and large, differing in the amount of water used. Differing in amount of water used. これもTOTOさんの気遣いかな。要はナンバー2するときとナンバー1するときって、もちろんナンバー2の時の方が水はたくさん使うべきだよねっていうところですね。でもそこにもこうエコ精神を入れてね。In lesson decade, toilet paper is not always provided in public washroom, in which case it can be useful to carry a small package of tissue with you. Similarly, because paper towel or dryer are not always provided, it is recommended to carry handkerchief. そっちね。どこの店やこれ、めちゃくちゃシャレとな。これ TOTO か。TOTO さんやばいな。コリさんそんな感じですね。ドゥルッとしてますよね。つるっとしてシュッとしてる。角さん、トイレの色のような白塗りやろう。はい、それじゃあ角さんの企画でやりましょう。角さん白塗りね、トイレ真似してみたというので、ね、角さんが白塗りでトイレを語ってみるっていうね、動画ちょっと1時間じゃあ YouTube ライブ撮っときますんで、今週僕できないんで角さんやってくれるかな。ちょっとそれ後で話しましょう。ちょっと一回聞いてみます。今週の角さんも忙しいかな。でも角さん日曜日の夜とかやってほしいな。そのままの勢いで。やばいな、もう30分なってるな。OK、入るか。トイレ語れたら勝ちやろ、今日は。冷静にトイレ語りに行きます。なんかなかったっけ、この上。よっしゃ、やろうか。Hi. Hello, good morning. Yes, good morning, Gakio-san. How are you Can you hear doing? me? Yes, Yeah, I'm fine. Can you hear me? no problem. Good. Is my video clear? It's okay. Yes, it's Friday. Yeah, it's happy Friday. Finally. Yay. It's the weekend. Yeah. Almost it's the weekend, right? What are your weekend plans? And this weekend, I'm going to have a long with my Long run. friend, with my Nice. colleague actually. Okay. Long run. Like how long? And how far? It's almost marathon. Almost like a marathon. Really? It's around 38 kilometers. 38. That's quite far. Yeah. Wow. The So- longest I did was 5. Yeah. Why I know that it's like 38 is, we are going to run of JR line. JR line. This is like a train line in Tokyo. Okay. We have JR, Japan Railway. It's a kind of the biggest railway company in Japan.
So in Tokyo, we have like a circle JR. Oh. So around this circle, it's gonna take around 38 kilometers. So we are going to run. So that 38-kilometer distance, how long do you think you can complete that? Actually, this is my second time. Before I used to try. On that time, we took around 6 hours. Wow, that's great. Wow. Of 6 course, hours. we have Wow. some, break. Of course. But yeah, it's around the 6 hours. So probably we are going to start around 6 a.m. the morning. Okay. Wow, I can't imagine myself doing that. I would probably give up during the first 30 minutes. Okay, yes. So what shall we talk about today, Gakio? Today, actually, I want to talk about something in Japan. But before that, I'd like to ask you about your Tokyo Olympics. Yes, Tokyo Olympics. Because you guys got your, gold medal, right? Yes, the weightlifting. Yeah, weightlifting. In this morning, I read your article. It's about your, weightlifting from your country. Then Yes. she got your very, lots of money from the government, Yes. company, and also President Duterte, right? Yes. We are so proud of her. She deserves all of the other incentives that she is getting now, aside from cash. We also call that as cash incentives. So aside from the cash incentives, she's getting other stuff like she has a house and lot. Yeah. She's getting a condo unit. She's getting free lifetime airfare from, I think, Air Asia and Philippine Airlines. And I heard a very famous buffet restaurant in Cebu is offering her free lifetime free meals, Wow. buffet meals. So I think she's all good already. So free meal means for good or Yes, you mean lifetime? yeah, lifetime. Yes, like in her whole lifetime until, Oh my. the day she's, Oh my gosh. you know what I mean, right? Wow. Oh my gosh. So that's lifetime free, free meals at a very popular buffet restaurant. So Yeah, but I also read your article. It says about she was pointed out a kind of the dangerous person from the government team. I mean the Duterte, right? Before. I'm sorry. What do you mean? Because how do I say? In that article said President Duterte and also some government team. They mentioned her. She is a kind of a dangerous person. A dangerous person because she can carry heavy things? No, not Just really. kidding. I don't know actually, but I heard I read you something or some Ah, news. I'm not so sure about that yet. I probably have to look further into that detail. But a lot of people have been like considering her as the toughest and the strongest woman because she could carry like more than 120 kilogram Yeah, thing. You right. couldn't even do 50 kilogram by herself that simply. So Yeah, right. yes, her skill is awesome. Yeah, right. Would you like to have such skill, Gakeo-san, to be able to to lift things, heavy things? No, actually, I don't like to have a kind of heavy things because I don't have any muscle now. So You don't have any muscle, so you should train yeah, actually, harder. I should train. So I think this week the long run it's a kind of the wonder my train. So all right. So okay, today Well, let thank you me. for sharing that. Yeah, it's Yes. okay. So today let me talk about toilets in Japan. Restroom. Oh, yes, the toilets. Something I've never tried. I've never tried Japanese toilet ever. All right, it's good. It's So good. it's perfect timing. You have to tell me what those cute symbols mean. All right, all right. So first, my question is,
do you have any idea about your toilet in Japan, or have you ever heard any features or anything about the Japanese toilets? Okay, so regarding Japanese toilets, I have heard already some of the unique features that your toilets have that our country's toilets don't have. And I have seen photos, and in some of my classes, some students also share some things about your Japanese toilets. And I was just so amazed at the uniqueness of your toilets. In fact, I think you have a toilet museum, right? In Japan. So that's really very interesting enough for me. And I think for a lot of foreigners, they may not know much also about that system. So I think it's a good chance to share about that system to your viewers. Toilet museum. So please tell me more. What makes Japanese toilets unique in the world? All right. So first, before talking about the toilet in Japan, yes. I used toilet in the Philippines almost 10 years ago, right? So on that time, when I have a number 2 or number 1, we are going to just a lot of water, for flush all the everything, right? Okay, so you're using the I think it's called the pour flush system. Pour flush. Yeah, right. Pour because water. You pour water in order to flush whatever you deposited there on the bowl. Yes. All right. So, how did you feel about using such a system, which is totally different from in your country? Yeah, right. It's okay. I can accept such a style, but probably some of Japanese who are already get used to some Japanese high quality toilets. Probably they can't accept such a style. Right. But for me, it's okay because in my hometown, our toilet is not so much high tech one. So. So what kind of toilet did you have then in your hometown? In my hometown, it's a really normal toilet, actually. So what is a normal toilet is just Western style, so we can sit. The Western style. And what we have, my hometown's toilet is only the toilet. So we can sit toilet and we have a flush button, that's it. And also there's a flash button. And also we have a tissue paper. On that, this is only. Then this is a kind of the common style. I don't know how many years. It's 20 years ago or 30 years ago. However, this 2021 we have a really high tech toilet. So let me introduce about it. Sure. First, I think when I open the door of the toilet, first, this is they have a lid. How do I say it? Yes, the lid, like the cover. Yeah, cover. Lid. It's cover, the cover, right? This is automatically open. Like automatically the door? Yeah, automatically the door. Oh, wow, that's amazing. Cool. It's really cool. Probably, I think they have something machine, so they understand people enter the room. So they're opening. Does it make a sound when it opens? No sound. No sound. So it silently opens. Silently. But it's kind of like welcome, sir. Oh, okay. Just a crazy question. How do you open the door? Is it the usual? It's a normal, push. Normal door. Or slide. Okay. Pushing the door or sliding it open. Okay. It's a normal actually. Then anyway, the latest toilet is opening automatically. And then
first what we are doing is we're gonna sit, right? Sit on the toilet. Okay. But sometimes winter season, when I sit the toilet, it's a really cold, right? Cold. Yes. So. Okay. Yes, because it's winter. Yeah. Then we have one feature. This is a heated seat. The heated, so meaning the top surface would be heated up. Yeah, right. So not cold. So they are keeping it warmly to comfortable our hip. Is that automated or do you have to push a button? It's automated. So it senses the environment, in other words. Sorry. It can sense the temperature in the environment, heats the surface if it's cold. Probably it depends on the out of the temperature. So if it's cold, I think they are going to warmly more. I see. That's very interesting. So then, how hot is that surface? It's a really just comfortable. Comfortable one. Okay. I think it's good for our hip. Nice. By the way, Nolan posted the YouTube. Yes. I guess it has a sensor to detect humans. Yeah, sensor. Yeah, I'm thinking of that too, the sensor. And then, so next, so actually, when I sit the toilet, when I look the On left the toilet. side, there is some, lots of button. Yes, So that's what I first- saw in pictures. Yeah. Then, what is the next is, for example, like when I'm going to do the number 2, especially some of the girls, they want to hide the sound. So push the button. It's called the otohime. Otohime. This means oto is a sound. Hime means a princess. Oh, that's a cute name for Yeah, that. it's a cute name. So it's a princess sound. When I push the princess sound, Okay. it's going to make some very beautiful, comfortable music. It's really music, not just Music or just sound. Just sound. And how long would that sound last? I think it's until when I push again, so to finish. It stops when you push it again. Yeah, right. Oh, that's interesting. Wow. Right. Okay. And then, Anything more? yeah, and then next, it's a time we are going to do number 2. Then after that, probably as you may know, we have a shower. Yes. Not paper. First is a shower. Then from the, from the stick, we call the nozzle. Yes, the nozzle. Yes. From the nozzle, it's going to like by water, right? It's like a water spray? Yeah, right. Water spray, water shower, water spray. Okay. And then? But, it's a bit dirty. Use a water spray. So, before using a water spray, they are automatically wash by themselves. Oh. So after, for example, like after someone uses the toilet, they are washed by themselves, water spray. So like water. Okay. So okay. It's like the water is spraying the person's rear or bottom, right? So then maybe I think we could also say it's a rear spray because it sprays the rear part of the person. As you probably understand what I mean. Yeah. I understand. So okay. So this means they are already keeping a very clean water spray. Right. So next we are going to use a water spray, but we can set the angle. The angle. Oh. Like this style, what do you like, or this style, like
Ah. the angle. And How do you change that angle? it's Another a button. It's a button. Ah, okay. And also we can select how strong. Ah. What do you can like? say So like weak the one you like, or strong one you like? It's by the way, I like weak one because the weak one. even the weak one, it's a very strong. I can't imagine the strongest intensity. You can say the water intensity for Water that. intensity. Yeah. I can't imagine the strongest one. I might probably shout. Yeah, I right, would be in right, shock. right. Okay. So after that, before we used to use a paper, wash and paper. But now latest one is after wash by using water spray, we have a dryer button. A dryer. Oh, that's integrated into the toilet system already. Yeah, right. So when I Oh. put the dryer button, it's coming the window to here. Ah. Wow, you dry yourself up without worrying what to wipe or using something to wipe it off, right? Yeah, right. Oh, that's interesting. So the drying function is still controlled by the button in terms of its duration, or does it stop automatically? Which one? It's a water. The drying function. Maybe drying function. I don't know if it's we need to push again or it's already setting around 30 seconds or a minute. Anyway, Have you used it? Yeah, I've used it before, but Okay. I haven't used a lot. But I'm always using a water spray. But that one is we have to push a button for stopping. If we are I not see. pushing a button, it's it's attacking my place for good. Okay, so stop, then it would be continuous. Yeah, right. Okay. And then, next one is for flush. For flush, we have two types of flush. For number one Okay. or number two. Oh, So okay. it's a different of the how much they are using the water amount. So they differ in terms of, we can say, not just the intensity, but also the volume of water. By the way, what is the intensity? Oh, this is a new word for you. So it's when we talk of intensity, it is the quality of like whether something is strong or weak. It's talking about strength, in other words. So again, it's referring to being strong or weak. I think that would be the Or easiest intensity. way to describe it. So if the intensity of water is weak, as you described, you're comfortable with it, right? But if the intensity of water is too strong, I think it's not comfortable enough. I got it. Okay. So as we can see here, it's the Intensity, strength strength. of something. Being weak or strong. Yeah, weak one. Weak or strong. Weak or strong. Okay. Okay, intensity. Okay. Yes, go ahead regarding that water volume you mentioned Yeah, what volume? about flushing. Yeah, so for flushing, we have two choice. So I think it's in terms of echo. So of course, the number two is a lot of water. Number one is Yes. not so much water. So it's according to in terms of echo, they have two types of choice. Actually, Okay. that's it about your toilet in Japan. But as Okay. you understand, we Japanese toilets have a lot of very unique, specific Features. right? Yes, right. What's the best feature for you? Best feature is water spray, definitely. Definitely that spray.
I have never tried using any kind of spray to Yeah. clean up my rear when I do number 2 or Yeah. number 1. Yeah. I don't think I could handle that. Maybe if I experience something like that, I would totally be, I don't know, maybe in shock. Yeah, right. Yeah, actually, Mm, yesterday also I talking about a kind of same mm, topics with Tutor mm, Casey. The Tutor okay. Casey, she has experience to visit Japan, so she Ah, said right, yes. she Mm. really surprised when she arrived at their airport in Japan because she Yes. went to the toilet. Then she was surprised about their Mm. about the amount of buttons. You mean the number of buttons Yeah, right. The available? number of buttons. Ah, right. It could be confusing to someone who could see that for the first time. Yeah, Like maybe me, if I would see that in person, I'd be like, wow, it's like a calculator or something. So yeah, many buttons. right. But the Toto is a Mm, company's name, which are mm. making a toilet in Japan. Toto, Oh, total. Toto, Okay. Toto. Mm-hmm. But Toto, they said they want to, they want to sell the kind of the latest toilets to all over the world. So, like Mm, airport, they have a kind of the translation system for mm. people who can understand how to use How washer. to use it. Yeah, how to use it. I would appreciate that a lot if they are putting clear instructions Yes, with right, English words. right. Then if I could visit your country, Mm. hopefully, because it's really on top of my list. Japan is number 1 on my list. Uh-huh. My first business would be to use a Japanese toilet. Yeah, yeah, right. By the way, in the Philippines, we Uh-huh. don't call it toilet. The most common way we call it is CR. See, restroom, right? Yes, comfort room actually, Ah, in comfort short. room. Mm. So if we go Mm, to this place, like maybe restaurants or mm, maybe a store, and if we see. just needed to do a Mm, number 1, mm, we mm. say, excuse me, where's your CR? Mm. CR. Yes, comfort room. What is a restroom? Restroom. Restroom is still the same, equivalent to a comfort room. But I think growing up, we were somehow used to the idea that CR or comfort room is a place for peeing and for doing number 2. Mm. It gives you that comfort because you badly needed to relieve yourself from your body, waste. I got it. So that's why we call it CR or comfort room. CR. Mm. Restroom is more like a more sophisticated way of calling a comfort room. Okay, I'm sorry, Gakio-san, we don't have All right. much time left today, but thank you for sharing a lot about Japanese toilets' uniqueness. I Yeah. hope I could use that in the future. Mhm. And you learned a new word today, intensity, okay, Mhm. the strength of something. And I do have a few grammar corrections, more on the usage of words Mhm. like during that time or Mhm. when I sit on the toilet and I was also talking about the same Sit topic. on the toilet. Okay. And as for pronunciation, I think you did so well today. Mhm. So great job. So, And thank you. Yeah. yeah, can I ask you one question? So, Mm-hmm. is it okay about when I use intensity? Yes. So, strength Mm. or something. We can choose Yes. our water intensity. Yes, that's a good That's choice. okay. We All right. can choose the intensity of water when we flush. All right. Mm. Okay. So, Gakio-san, thank you very much for having or sharing a lot today. All right. I So, hope you'll enjoy your weekend. yes. Take See care. ya next time. Goodbye. Bye. Bye. Have a good day. We can choose. Right. はい、すいません、ありがとうございました。ちょっと習ったこと。We can choose water of intensity when I flush. OK、ちょっとメモっとこう。はい、すいません、終わりました。はい、Thank you, Nori. Posted your comment here. はい、ありがとうございます。で、コニーさんね、インセンティブ半端ねーって言ってますね。すごいっすよ。フィリピンの金メダリスト。マジで。
現金だけで8000万ぐらいもらってますからね、日本円でね。でフィリピンの物価考えたらえらいことになってますからね。余裕の億万長者っていうやつですか。フィリピンで8000万なんでね、もう物価でいうと日本の3分の1、4分の1、5分の1ぐらいとかだと考えたら恐ろしい金額ですよね。であと家であったりとか、さっき出た、食事の権限であったりとか、あと飛行機とかがfor good だから、もう永遠にね使えるっていうところですね。すごいですよね。オリンピックゴールドメダリスト初めてらしいんでね、フィリピンの国からは。すごいなと、そういうのがあるんだなというところですね。OK ということで、はい、一旦ねこれで終わりでございます。あれこれごめんなさい、今日もしかして俺画面切り替えてへんかった。これ忘れとったかもしれんな。失礼しました。いっか。はい、ごめんなさいね、失礼しました。画面切り替えずにやっちゃってて。よいしょ。はい、よいしょ。ということで今日も無事終わりましたね。で8月、深井さんありがとうございます。今日も自然と盛り上がった。お疲れ様でした。そうですね、やっぱトイレの話になるとやっぱみんなはねテンション上がるのはこれは万国共通ですね。小梅さん今週もお疲れでした。ありがとうございます。はい、でね、今週の週末はちょっとね、ウィークリーなんちゃらお休みさせてもらおうかなと思ってます。はい、ただちょっとね先生に言ってたんですけれども、楽器を今週めちゃくちゃロングラン挑戦しようかなと思ってるんで、ちょっと東京オリンピックにちなんでね40キロぐらい走ったろうかなと。なんなら42キロ走ったろうかな。そういうね挑戦もちょっとやっていこうかなというふうに思ってますんで、またその話もね来週ぐらいさせてもらおうかなというふうに思ってます。で言った通りでね、来週ダーンってすげえね動画を上げますっていうのが1個と、来週から深井さんすみません、ありがとうございます。で来週からねちょっとね新しい挑戦しちゃおうかなっていうふうに思ってます。そのね内容はまた言いますけれども、今日デイ129ちゃうな、間違えてたなこれ。130日目か。1ヶ月終わったよな。1ヶ月始まって。小梅さんありがとうございます。熱中症ね気をつけてやります。多分朝6時ぐらいから走ろうかなと思ってるんで休みを持ってねやっていこうかなというふうに思いますね。で来週からどんな挑戦するかっていうと、単純な挑戦ですよ。ただ単純なんですけれども根気がいる挑戦をねちょっとやっていこうかなと思ってます。そっちの方もまたね言いますね。どんなことやるんやって言ったら、もう体力勝負、もう一言で言うと体力勝負で、ガキオは今後ちょっとこの YouTube を盛り上げるためにやっていきます。よろしくお願いいたします。で最後もしね皆さん聞かせていただきたいんですけれども、今後の話で、今後ねガキオ言ってる通りで海外の人もここの YouTube 登録してもらうような手を今打ちます。もうすぐに。でそうなると外国人の方も、一定数増えてくるかなと思います。でそうなった時にコメント欄とかが英語になる、そうよライブ見てくれてる人が外国の人になるイコールガキオもね英語で話したいなと思うんですけども、大丈夫ですかね。大丈夫っすよねって信じたいんです。皆さんガキオのねこちらを聞いていただいているイコール英語学習者の方が、ほぼほぼそれが目的で聞いていただいている方が多いと思うので、皆さんにも、参考にしていただける点はあるかなと思います。なのでぜひねちょっとそこは受けていただきたいなというふうに思っているのと、あとはコメントね、別に最悪日本語でも全然大丈夫です。僕はそれをトランスレートしますし、で英語でもしコメントできる方であれば英語でねやっていただいて、よりねこのガキオの YouTube のライブチャットとかをね盛り上げていただきたいなと。いつも特にね来ていただいている深井さん、小梅さん、やすさん、皆さんね、あとあきこさん、大輔さん、金吉さんもうねぜひいつもこうやってコメントくれてはるのを、もしね可能であれば、英語でもね、いただいてちょっとちょいちょいといじっていただければなというふうに思いますんで、
ちょっと引き続きよろしくお願いいたします。深井さんありがとうございます。ちょっとね、僕もこうやってライティングの方に残すとなると若干気引けるんですよね。ただ別に間違ってようが間違ってまいがいいと思うんですよ。僕の英語話してるの聞いていただいたらちょっと感じ取っていただけるかなと思うんですけど、僕の単語ぐちゃぐちゃでしょ。で使ってる表現も狭いし、いつも I'm going to ばっか言って I'm gonna とかばっか言ってんなっていうふうに思われる方もいると思うんですけども、やっぱ英語を話したり英語をねこうやっていく、英語をこう自分のものにしていこうと思うと、そこのね日本人はやっぱ完璧主義、これはなぜかというと本当に教育から来てると思うんですけど、単語間違えたら0点やでとかいうのがあったからね、そういうのがあったんでなかなかねそこはできないと思うんですけど、英語でできる方はぜひ挑戦してください。でコメさん大丈夫です。英語コメントだと入力遅くなので日本語になると思います。これも全然 OK です。おそらくね外国の人もこれどういう意味やっていうふうに思ったら多分ねそれを検索してくれる人も出てくるやろうし、ガキオがね可能な限りはいここら辺はトランスレートしていきますんで、ちょっとね双方日本人の人であったりとか、もし今後ね外国の人をほんまに増えてきた場合でも両方が心地いい空間を可能な限りね作りたいというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで来週マジで楽しみにしておいてください。来週のもう一言で言うとテーマは10本気出したぞと、10さん本気出してみたっていうね、もう1週間になるかなと思います。皆さんマジで驚くと思いますよ。いよいよこいつ本気出したなと、いよいよ仕事辞めるんちゃうかと、 YouTube サポート業一本になるんちゃうかって思うぐらい本気出してみたっていうね感じなんで、それはね楽しみにしとってください。マジでこの期待こんだけ上げてますけれども期待を裏切らへん動画、出しますんでね、それを皆さんがもし海外のお友達がいるんやったら海外の人、海外の同僚がいるんやったら海外の人にもぜひね、自信を持ってシェアしていただける動画っていうのを作りました。でそれっていうのは今後定期的に上げていきますんで、ちょっとそれを持ってねガキオはこの残り8771っていう人をちょっとねここをゼロになるまで、とりあえず走り切るインフィニティチャレンジ無限って言ってもそこの終わりをね目標にいきますんで、ぜひ一緒にね走ってついてきていただければなというふうに思いますんで、いつも、見ていただいてありがとうございます。 Alright っていう形で今日はこれで終わりたいと思います。皆さんね今日金曜日なんで、ラスト頑張りましょう。ガキオも、今日は7時までかな、ちょっとなんかウェビナーとかも入ってるんでそこまでしっかり、その辺シャシャッとやって、頑張らなあかん、1個ちょっと残っとるんよね、1個残っとるやつをシャッとやってシャッとやってシャッとやって気持ちよく帰ります。じゃあ皆さんまた来週お会いしましょうということで、ありがとうございました。今週もお疲れさんでした。ほなね来週楽しみ